しております。ワールド3315です。しばらく動画の更新が遅れてしまいまして、これを、こんな偏った動画でも待っててくれる方がいらっしゃるっていうことは本当にありがたいことで、今回は本当にすいませんでした。ですね、サボってたわけではないんですけども、実際サボってんじゃないかっていう流れになってまして、夏ですね、恐ろしい夏がやってきまして、夏はですね、僕体の体温はうまく調整できないっていう後遺症がありまして、知らないうちに熱中症になっちゃうんですね。それでほとんど日中は動けなくて、夕方ちょろちょろっとなんですけども、そんな時はちょっとあっちフラフラこっちフラフラってこうしてるんですけども、そんなのはどうでもいいとしまして、今回たまたま、ファクトリーにですね、僕のところに、赤いコルベット、そして隣の別のショップさんのところに黄色いコルベットと、非常に珍しく面白い車が入りましたんで、それのレポートをお伝えしようかなと思ってます。まずはですね、僕の方に入りましたこちら、1981年シボレーコルベット、ドラッグコルベットですね。ほとんどこれドラッグマシーンみたいな感じなんですけど、これ車検通っちゃうんですよ。それで基本的には、この車を全部ビルドアップされた方はもうものすごく素晴らしいカリスマチューナーさんで、僕が触ってるわけではないです。僕がやってるのはこう周りのドアノブがおかしいとか、ドアが下がってるとか、そういうような一般的な修理っていうのをやらせてもらってるんですね。で、なんだかんだこう付き合いはもう25年ぐらいは軽くあるんじゃないかなっていう方なんですけども、とにかくね、エンジンもでかいです。スモールブロックなのに 7200cc とかあるようなエンジンを積んでます。そして今回入ってきた修理内容が、タイヤがもう古くて卵になっちゃってたんですね。ボコッとこう真ん中のところがこう膨れ上がっちゃって、いつバーストしてもおかしくない。で、フロントタイヤ交換っていうことで言われたんですけども、あとはバッテリーのキルスイッチですかね。たまにしか乗らないので、その時にはバチッとバッテリーのターミナルいちいち触るんではなく、スイッチでタッチポン、ワンタッチでオンオフができるような感じにしてくれっていうことなんで、そのぐらいだったらって雰囲気だったんですけど、そしてタイヤ交換のためにホイールを外します。で、外しましたらですね、右のフロントのブレーキキャリパーからもうちょっとオイル漏れ出てました。フルードが漏れてたんですね。で、このまんまこれ見ちゃって、いや、そのまんまお返しするのもどうかなと思いまして報告しまして、乗らないんであれば本当にね、ガレージで飾っとく方もいらっしゃるので、そういった方であればもうそのままブレーキオイルちょっと出てますけどって、次動かす時は直してくださいねって言えるんですけど、今回ちょっと乗り回したいっていうのがメインだったので、これはじゃあもうキャリパーをリビルドしましょうとか、そういう次元ではなく、もうだいぶ古いです。そしてブレーキキャリパーの交換、それも変えるんであれば、ちょっとこうウィルウッドできらびやかなボルトオンキャリパーっていうのが出てるんで、そういうのにしましょうっていうことで、ウィルウッドのこのレッドパウダーコートされているこのかっこいいキャリパーになるわけですね。
コルベットブレーキ触っちゃったら覚悟がいります。ここだけ変えてどうにかなるかっていうことではなく、どんどん深みにはまっていく、コルベットのブレーキには魔物がいるみたいな、そういうようなことも言う方もいらっしゃるぐらいなので、ビルトのブレーキキャリパーってこれオールアルミでできてるんですね。でオールアルミなんで、実際のところは空輸で輸入してもさほどびっくりしないぐらいの重量なので、意外と送料は安くて、物は高いですけど送料は安いんでいいのかなと思うんですね。純正のこのリビルトキャリパー、これは、現地ではそんな値段はしないんですけども、ただ鋳物なのでがっつり重いので送料かかります。そういうことも加味して、ウィルトにしてみたんですけども、ブレーキホースとかもついてますし、やっぱりですね、これフロントブレーキキャリパーこうつくとかっこよくなるんですけど、かっこよくなったのはいいんですけど、この後結局こういうことやったら4輪エア抜きやろうと思うんです。ブレーキフルードもしばらく古いです。古いのでリアもやろうかなと思うと、必ずブレーキブリーダー、ブレーキオイルのエア抜きをするネジですね、これがだいたいサビで固着してます。ブレーキフルートって水溶性なんですね。ですから水に溶解するようなものなので基本的に錆びます。でその錆が回って固着して、このブリーダーの頭がボキッと折れてもうどうにもならなくなります。そしたらもう、リアキャリパー交換になっちゃうんですね。自力で直すこともできるんですけども、ただもうフルオーバーホールってなるともういろいろと手間かかってあれやこれやになります。大体変えてしまう人の方が多いのかな。そして今度リア来ました。それで結局これ、4輪ともキャリパー前後交換したんですね。そして次隣の、ショップさんですね。遊びに行ったというか冷やかしに行ったっていう感じで、コルベットが並んでることですし、でちょっと面白いことやってるんです。今回これ1981年シオレコルベット、デイトナコルベットですね。エクラのデイトナの、フルキットがついていて、結構 YouTube とかですと割とちらほら出てきます。あと空撮で撮ってる動画とかもありまして、かなりこの車皆さんご存知なんじゃないかなとは思うんですね。そして今回このデイトナコルベットを何をやってるかって言ったらば、これスモールブロックの400っていう 6.6 リッターのエンジン積んでるんですけど、それにウェイアンド製の142っていうパワーチャージャー、スーパーチャージャーついてます。それで今回そのスーパーチャージャー142っていうタイプでもすごく面白いんですけど、要はボンネット切って出しちゃいたいと、でかいスーパーチャージャー積みたいっていうことで、何ですかオイル交換とかそういう感覚でスーパーチャージャー交換、そんなのをやってるみたいなんでちょっと覗いてみたんです。まずはこの、ウェイアンドの142パワーチャージャーをですね外してます。で外していろいろと前回りのプーリー合わせたりとかいろんなことをやってるんですね。僕は僕でこっちの赤い方のドラッグコルベットをやってまして、お隣さんではこのデイトナコルベットのスーパーチャージャーをやってると。かなり隣のショップさんの方がヘビーなことだと思うんですけど、ちょこちょこ動画を撮りながらやってるんですけど、今回、積むスーパーチャージャーですね。それは、BDS の671スーパーチャージャーっていうものですね。BDS っていうとブロアドライブサービス、俗に言うファーストオブフューリアスワイルドスピードですね。あれのドムが乗ってるダッチチャージャーに積んでるメーカーと同じものですね。そしてそれのギラギラバージョン、こういったものをこう積んで、もうだいぶ見たところギラギラです。そして次こちらですね、434ドラッグコルベット。こっちの方はですね、ブレーキキャリパーを4輪変えて、今度やっぱりマスターシリンダーダメなんですね。でマスターシリンダーもちょっと交換、もうこれでだいぶドツボにはまりました。そしてマスターシリンダーの方は、せっかくだからこうちょっとお金出してクロームにしたい、
まあ僕もそっちの方がかっこいいかなと思うんですね。やっぱりストリートカーで最近こうやってエンジンルーム内光ってるっていう車も少なくなってきたので、このマスターシリンダーを交換しました。まあ最終的にはその奥のブレーキブースターまで行くことになってしまったんですね。そしてキルスイッチ。コルベットってこの車内にバッテリーがあるんですね。非常にキルスイッチ切ったりなんだりってやってるのがすごく面倒くさいので、車内で手を伸ばしたらガチャッとオンオフできるようなところに、バッテリーキルスイッチ、これサミットレーシングエクイプメントで売ってます。そのサミット製のやつを使ったんですけど、とにかくこれはあんまりしょぼいブレーカースイッチってちょっと怖いので、ある程度まあ150アンペアとか250アンペアとかそのぐらい使った方がいいので、がっつり容量のあるものを取り付けました。ここはやっぱりちょっとビジュアル重視なので、アルミのプレートをつけまして、それを製作してですね。でネジはステンレススチールの、X ボルト。これはまあよくレースカーとかパワーボートとかに使ってるようなやつなんですけど、そのネジはアメリカ製ですね。でまあここのところにこうしっくりとつけてはみたんですけども、これでまあ大体一通り終わったかなと。でまあブレーキの利き調整で調整式のブレーキブースターなんで、踏みしろの調整も若干ちょっと必要になると思います。そんなんでまあこちらの方は出来上がりまして、そして、お隣の、デイトナコルベット。デイトナコルベットはスーパーチャージャーが積んでもうエンジンかけられるっていうところまで行ってます。そしてそれをちょっと立ち会いしました。それがまあこんな感じなんですね。恐ろしい。すげえ持ってるけど、ガソリンじゃじゃ漏れだね。すげえ持ってるけど、どっから漏れるの？バッテリーが足んねえなこれ。バッテリーが充電。なんかナイアガラのように出てきたよ。これはですね、なんかね、両側ね、この辺からね、なんかね、下からドバーっていった感じがした。じゃあ、セルだけ回ったら拾ってもらいます。岩田に書いてくるから、ここっすね。そこ。はい。ここだな。これ、電本だっけ？違うね、中だよね。はい。これで、後ろっていう話で。一瞬回してみようか。いや、もう完全にここです。拭いてすぐ出てくるから。あ、じゃあ、増えないと。向こうは大丈夫ですか？向こうは枯れてないですね。でもなんかすごく座ってない。攻め忘れ？攻め忘れってことですか？そういうことみたいです。マジですか？そりゃ出てきますよね。指じゃ動かない程度で縛ってるみたいな。じゃあ向こうも怪しいです。いや、向こうはね、指振った感じ。でもこっちだしまと完璧に作業ミスだね。はい。Can't stop, roll back down, my ladies, short, tall, thin,
テリーだね。回っていかない。じゃあ充電ですね。まあいろいろちょっとアクシデントとかそういったものもありまして、まあ後日なんだかんだエンジンスタートしました。まあ、バッテリーがダメだったり何がダメだったりいろいろと水が漏れてきたりとかいろんなことあります。ただそれを一個一個修復しながらやっていくしかないので、そして今度は何をやってんのかなと思いましたら、キャブレターを外してノスですね、ナイトラスオキサイドシステムノス、これプレートなんですね。ですからそのプレートを取り付けると、もともとついてたんですけど、今回はキャブが2連になるのでデュアルキャブレターですね。まあこのプレートも2つでこれ取り付けて試運転ですね、それで行ってきたようです。実際こういうふうに物々しいでかいスーパーチャージャーが出て、しかもボディが派手なワイドボディのデイトナですから、まあ一般道じゃものすごく違和感がある、まあ、派手ですよね。なかなかこう二度見しちゃうような車になってると思います。あとはまあここまでスーパーチャージャーも大掛かりなことをやりますと、走りながらのちょっと微調整とかもあると思いますので、それはそれでまあ僕がやるわけじゃないので全然気にはしてないんですけども、隣のショップさんが一生懸命頑張ってやってます。まあそんなのでちょっと今回はあれですね、僕の方はまあ両方年式は81年、片や、434-7200cc のドラッグコルベット、それともう1台、デイトナコルベット、そんなんでちょっとフラフラしてみました。ご視聴いただいてありがとうございました。ベートいくつかかった？ 7。早い。